世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、武器種間の差別化について、もっと言うとその第一歩として剣と斧の差別化っていうのをやっていこうと思います。今話題のねエルデンリングだとね、ちゃんと R1 の通常攻撃をメインに立ち回っていくならという条件付きにはなるんですが、いつも通りね直剣大正義っていう感じで、斧とかね土とか、これ使ってる人おるんかってちょっと不安になってきますよね。乱用の斧二刀流で頑張ってるネフェルリー、ネフェリルーっていう NPC がいるんですけど、彼女がね顔面大発火でウォークライしてしまわないように、自分のゲームでは斧には斧の強さをねしっかりと与えてあげたいなと思います。それでは早速いってみましょう。あなたが落としたのはこの主人公側陣営が握っていることの多い金の剣ですか、それとも悪役が握っていることの多いこちらの銀の斧ですか。やっぱどうしてもイメージの問題ってありますよね。剣の方がなんというか正義っていうかね、主人公っぽい感じがしますし、斧はどうしても悪役とかモブが使っている武器っていうイメージありますよね。あと斧は絶対地属性なんですよね。炎とか雷とかそういうかっこいい属性はだいたい剣に取られちゃうっていうね。高校生の頃僕当時ねデモンズとかダクソで初見プレイの時に斧だったりとか、あるいはドンキ系メイスとかクラブあたりを使ってあえてね天の弱な感じで攻略しようとね頑張ってみたんですけど、結局ね竜論祖とかケツファルかよっていうね、気づいたら大正義を握ってたんですよね。苦い思い出です。ソウルシリーズは直剣がね想定武器っていうか、バランス調整の基準としてもね使われている感があるので、おのずと攻略において優秀になってくるのは仕方ないかなっていうところもあると思うんですけど、大体どんなゲームでも斧って剣よりパワーがあるんだけど少し遅いみたいな立ち位置ですよね。その上リーチにおいてもやっぱ剣とかはね月の攻撃があるから、リーチの面で言っても斧の方が劣ってることが多かったりします。それだとね勝てないっすよ。剣には勝てない。じゃあうちのゲームではどうやって斧をすくうんやって話なんですけど、今さっき言ってたね剣は月のモーションができること自体がすでにアドバンテージになってるっていう話、これめちゃくちゃいい優位性のつけ方だと思うんですよね。なんというかすごく直感的というか納得できるんですよね。例えば攻撃力が高い低いとか、攻撃の発生フレームが速い遅いみたいなパラメーター上の差異って、もちろんそれらもねゲームを作っていく上で必要ではあるんですけど、どうしても直感的に分かるとはなりにくいですよね。敵が例えば槍を装備してた場合、リーチの長い突き攻撃で遠い間合いからねスパーンと攻撃されましたと、その場合ってうわーやられたって反省できるんですよね。槍のリーチを甘く見てた自分が悪いみたいな。だけどその突き攻撃が例えば想定の倍くらい痛かったりとか、あとは見た目が変になるレベルで超絶ディレイをかけてこっちの回避コード買ってきますとか、そうなってくるとちょっと反省の気持ちが出にくくなっちゃいますよね。この反省したくなるかどうかっていうラインが、巷でよく言われている高難度と理不尽の境目だと思うんですよね。ただこれはマジで理想論で、ぶっちゃけ攻撃力辛くしたりとかディレイをかけてプレイヤーを揺さぶったりとかしないと、強い敵強敵を作るのってなかなか難しいんですよね。実際問題、あくまでも直感的な優位性のみを用いて強敵を作り上げることができれば、それが理想的ではあるよねっていう、そういう話です。でも難しいからといってねその理想を諦めて捨てちゃうのはすごいもったいないなっていうふうに思うんで、うちのゲームでは斧にもね剣とは違う何か直感的な優位性っていうものを持たせてあげたいなっていうことです。でいくつか考えてみたんですけど、これがねマジでむずくてちょっと独りよがりなアイデアになっちゃってるかもしれないです。まず一つ目が、これ僕だけかな、斧って縦振りのイメージなんですよね。やっぱり巻き割りとかのイメージがあるのかな。縦にブンって振り下ろす感じの攻撃が強いイメージがあったので、縦振り系のねモーションを強くしてます。これは単純に発生フレームやや早めにしてるっていうのと、攻撃力ですね、こちらも強くしてあります。
あと発生フレームで思い出したんですけど、前回の動画でねやったフレームの話、軽量武器と重量武器の関係性ね。軽量武器の方が側撃、弱攻撃は速いんだけど、銃撃、強攻撃に関しては重量武器の方が速く出せるっていう序列関係。あの関係性をそっくりそのまま片手剣と片手斧にも薄くつけてます。どちらも軽量武器ではあるんですけど、軽量武器の中でも軽いやつと重いやつがありますよっていうイメージだから、片手斧は縦振りの銃撃とかをすると結構強いかもしれないですね。続いてもう1点、斧の優位性についてなんですけど、現在ね攻撃モーションについてはアセットを使わせてもらってて、ウェポンマスターさんっていうね方が販売されてるプロテクターっていうシリーズからね、片手系の武器はモーションを選定していることが多いです。でこのプロテクターシリーズにいわゆるダブルヒット系のねモーションがいくつかあるんですよね。ワンモーションで2ヒットするタイプのやつ、エルデンリングでいうところの極拳の R2 ためとかね、あれも2ヒット系だよね。これ系の攻撃ってどっちかっていうと剣よりは斧だと思うんですよね。斧ってやっぱり前のめりでねガンガン攻めてくる野蛮なイメージってあるじゃないですか。というわけでこのダブルヒット系のモーションは一旦全部斧に上げることにしました。その代わり突き系はね剣に上げてるんでね。あとは例えばこういう盾で殴るやつとかね、剣の方にも一応盾で殴る攻撃はあるんですけど、どっちかっていうとねスマートな殴り方してるやつを剣に上げてます。野蛮な前のめりに殴りに行く感じのやつは全部斧に集約しまして、そういった感覚的な面でもね差別化できたかなと思います。一応ダブルヒット系は当てればね火力も高いっていう感じにしてあります。普通のワンヒットを1とするとだいたい 1.1 から 1.2 くらいはダメージ出ますね。1発目で 0.5、2発目で 0.6 みたいなイメージね。ただリーチが短かったりとか特定のモーションの後にしか出せないモーションだったりするので、少し当てるために工夫が必要な感じになってますと。これもまたね少し斧らしい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。というわけで今回は剣と斧の差別化についてお話しさせていただきました。めちゃくちゃ直感的なね優位性を美しく付与できたかと問われるとちょっと正直微妙かもしれないんですけど、やっぱりね一朝一夕で思いつけるようなものでもないので、ここはちょっと皆さんのねお力添えに少し期待したいところですね。斧以外でもいいんでね、この時にこういう優位性つけたら面白そうだなみたいなアイディアがもしありましたらぜひコメントいただけるとありがたいです。それではチャンネル登録するかどうかは皆さんにお任せしますので、 Steam のスターページから千葉のぼらば竜の降るウィッシュリストへ入れていただけるとありがたいです。今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。アンバサ。